こんにちは、アリアです。世界遺産として有名なマチュピチュ。その奥には、単なる観光地では説明しきれないほど、深い歴史と意識に働きかける独特の感覚があります。今回は、マチュピチュの歴史とインカ文明とは、どんな世界観のもとに成り立ち、なぜ独自の精神性と高度な技術を両立できたのかについてお話ししていきます。まずマチュピチュが建てられたのは15世紀頃のインカ帝国の時代です。インカは南米アンデス一帯を支配した巨大な国家で、今のペルー、ボリビア、エクアドル、チリの一部まで広がっていました。文字を持たなかったのに高度な国家運営をしていた非常にユニークな文明です。彼らは山々や自然を神聖な存在として扱い、太陽を最高神として崇拝していました。山そのものが神殿であり、大地そのものが聖地という感覚を持っていたため、山の上に都市を築くという発想も彼らにとってはとても自然なものでした。マチュピチュがあるのは標高2400メートルほどの尾根の上。雲が足元に流れ、空と大地の境界が曖昧になるような風景が広がっています。その姿から天空の都市と呼ばれることもあります。なぜこんな場所に都市を築いたのか。歴史的には王族の離宮や儀式の都市、天文観測の場などいくつかの説が語られています。しかし研究が進んだ今でも確実な答えはありません。この曖昧さはマチュピチュの魅力の一つでもあります。驚くべきなのはその建築技術です。巨石を加工する際、紙一枚も入らないほど精密に仕上げられており、モルタルを使わずにピタリと組み合わせています。アンデスは地震が多い地域ですが、この石組みは揺れにも強く、長い年月が経っても崩れません。また、建物の配置は太陽の動きや星々の位置と関連しており、夏至や冬至には特定の窓から光が差し込むよう精密に計算されています。文字を持たなかった文明とは思えないほど洗練された天文学がそこにあります。ここまでが歴史として語られるマチュピチュの姿です。しかし、実際に訪れた人が共通して感じるという感覚があります。それは空気の密度が違う景色の奥に意識が吸い込まれそうになる。胸の奥が静かになって涙が出そうになる。説明がつかないけれど確かに何かがある。この感覚はスピリチュアルな視点でマチュピチュを見るととても自然に理解できるものになります。マチュピチュが建てられた場所は地球のエネルギーラインであるレイラインが交差する地点にあたると言われています。地球にはいくつか強いエネルギーが流れる縦軸と横軸があり、その結び目は周波数が高く、人の意識が静まりやすい場所になります。古代文明が聖地として選んだ場所の多くが、このレイラインの交点に位置していることも興味深い点です。インカの人々が直感的にここだと感じた理由は、きっとこのエネルギーに関係しています。地球の磁場が薄い場所では、時間の感覚が変わりやすくなると言われます。マチュピチュはまさにその性質を持つ地域で、訪れた人の多くが、時間の流れが遅くなる、あるいは早くなるように感じると語っています。過去の記憶が急に蘇るような感覚や懐かしさが湧いて涙が出るという声もよく聞かれます。スピリチュアルな視点では、これは次元の膜が薄くなる場所で起きる現象です。物質的な感覚が緩み、魂の領域が表面に上がってくる。だからこそ、マチュピチュは人々にここへ来たことがある気がするという奇妙な既視感を与えるのです。さらに興味深いのは、インカ文明が歴史の中に突然現れ、突然消えていったことです。高度な建築技術、天文学、国家運営の仕組み、そのどれもが
周辺の文化と比べて明らかに飛び抜けていて、進化の過程がほとんど見えません。この点は、スピリチュアルではしばしば、レムリアの末裔がアンデスへ移動した可能性として語られます。古代のレムリア文明が持っていた精神性や技術が形を変えてインカへ受け継がれたという視点です。もちろんこれは歴史的な証明はありませんが、インカの優れた直感力、自然との調和、天と地をつなぐような建築思想を見ると、その源に別の文明の影響があったとしても不思議ではありません。マチュピチュの構造には、まるで天と地をつなぐアンテナのような特徴があります。石は衝撃を吸収せず、むしろ地面からの振動を空へと流すように組まれています。これは単なる建築技術というより、エネルギーの通り道を整えるための構造です。高い場所に都市を築いた理由も、このエネルギーの流れと関係していた可能性があります。空に近い場所で意識が軽く、地球の周波数が住みやすい。そこで儀式を行うことで、王族や神官たちは、より高い意識状態に入っていたのかもしれません。また、歴史としてのマチュピチュは、インカ帝国が残した高度な都市です。まず、インカの人々にとって、世界とは自然と切り離せないものでした。太陽、月、山、風、水、そして大地。そのすべてを一つの生命として捉え、森羅万象が互いに響き合いながら存在しているという感覚が根付いていました。彼らは自然を支配するのではなく、自然と調和しながら生きるという姿勢を持っていたのです。インカ帝国の発展が短期間で急激に進んだ背景には、この自然との調和の思想が深く関わっています。インカにはアイニという概念があります。これは人と人、人と自然、そして人と宇宙との間にある相互の助け合いの精神です。誰かが何かを得るとき、そのエネルギーは必ず他の誰かに流れ、巡回する。このバランスが乱れると、共同体は弱まり、自然からの祝福も失われると考えられていました。つまり、豊かさとは単に物質が増えることではなく、エネルギーが調和のうちに流れ続けている状態のことだったのです。このエネルギーが巡る世界観は、インカの建築にも強く反映されています。街づくりは自然の地形を尊重し、山の曲線に合わせて畑や建物を配置していきます。まるで自然そのものが設計図になっているような都市構造です。川の流れ、太陽の角度、風の通り道。それらをすべて計算しながら、建物は地形を傷つけないように組み込まれていきます。マチュピチュが空間全体で調和が取れていると感じられるのは、こうした自然との共鳴が背景にあるからです。中でも象徴的なのが、大地を刻むように作られた段々畑、インカのテラスです。これは農業のためだけのものではなく、大地のエネルギーを均等に広げ、都市全体に安定した波動を流す役割もありました。まるで地球の呼吸を整えるような構造で、テラスは都市を生かすための機関として機能していたのです。また、インカの石組みには、建築というより意識の技術と呼びたくなる特徴があります。石が持つ固有の周波数を読み取り、その石がどの位置に置かれると、最も安定し、最も調和するかを感じ取っていたと言われています。まるで石そのものの意志を尊重し、その声に従って建築を進めていくような感覚です。これを現代の私たちが科学で説明するのは難しいですが、石の形と大地のエネルギーが完全に一致している場所には、とても優しい静けさが流れています。マチュピチュの中に入ると、頭の中が急にクリアになったり、ざわざわした心がすっと沈んでいったりするのは、この意志と大地の調和が作り出す
空間の力によるものです。さらに、インカ文明は星とのつながりも非常に深い文化でした。夜空の星座を読み取り、宇宙のリズムを暦として生活に取り入れていました。太陽が一年のどの位置にあるか、どの角度で光が差し込むか、それらを観測するための建築物も多く存在し、マチュピチュも例外ではありません。ある特定の日にだけ太陽が一直線に差し込む窓、星の動きと完全に同期するように配置された神殿。まるで大地と宇宙を接続するための巨大な装置のように機能していたのです。スピリチュアルな視点では、インカの神官たちは意識の操作に長けていたと言われています。深い瞑想状態に入り、大地の鼓動や宇宙のリズムと自身の意識を同調させることで、より高い視点で物事を理解しようとしていました。そのための場所として、マチュピチュのような次元の膜が薄い場所が選ばれていたのです。現代人でもこの地を訪れると胸が温かくなったり、懐かしさがこみ上げて涙が溢れたりするのは、こうした意識の場が今も残っているからかもしれません。そしてもう一つ、インカ文明を語る上で欠かせないのが音と波動の研究です。インカの人々は音が空間を浄化し、意識を調整する力を持つことを理解していました。いくつかの神殿では声を発すると特定の方向にだけ反響が生まれる場所があります。これも意図的に設計されたと考えられていて、音によって意識を変容させる装置として使われていた可能性が高いのです。マチュピチュはこうしたインカの精神性と技術が全て統合された場所。自然、建築、星、音、意識。その全てが一つの目的のために重ねられています。その目的とは、王族や神官たちがより高い意識状態に入り、宇宙とつながり直すこと。そして、文明全体が調和のうちに生きるための意識の中心地を保つことでした。今の私たちにとって、マチュピチュがどんな意味を持つのか。それは、過去の文明が残した意識の記憶装置という視点から見ると、とてもわかりやすくなります。文明が滅びても、そこで生きた人々の思いや祈りは土地に残ります。そこには、人間が自然とどのように生きれば調和できるのかというヒントが詰まっているのかもしれません。次回は、マチュピチュがなぜ魂の記憶を揺さぶる場所と言われるのか、その深い理由に触れていきたいと思います。あなた自身の魂の旅とこの古代都市のつながりについて一緒に見ていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。